雑談です。絵本です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ。陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は僕が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、それから言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、ほぼテレビの話しかしておりませんが、昨日は何をやってたかと言いますと、相も変わらずひっくり返っておりました。これちょっと低気圧のせいじゃないかもしれないと思いながら、しょうがないね。やる気が起きないときはやる気が起きないんだからねと思いながら、なんかやっておりましたが、そうですね。そう昨日、一昨日昨日かな一昨日昨日か違う一昨日かな違う昨日何回言うね昨日あげたコントが始まるのやつで久しぶりにコメントをいただきましてね、いやコントで落ちてないっていうのをそんな細けいこと言うなみたいなね。いやありがたいね、反応があるというのは。しかし僕も本気でそれを言ってるというかね、書き込みもどっちかわかんないんでね、そこね、なんか細けえなみたいなことがあったんですけど、でもそういうところを許しちゃいけないぞと思いつつ、誰もそこ見てないよねっていうことだけが言いたかったっていうかね。そんな目くじらを立てているわけでもなんでもないので、でも反応があったのは非常に嬉しかったなと思っておりますが、見ましたでさて、いろいろね、昨日はそんな感じでずっとうだうだしてましたんで、TVer でいろいろなんか面白いのはないのかなと思って見てたんですが、久しぶりにセブンルールね、これ火曜日なんで今日明日にはあれなのかな、なんで配信が終わってしまうんで急いで見ないと見れませんが、柴田恵子さん、絵本作家のね、柴田恵子さんのセブンルールをやっておりましたが、僕はこの柴田さんの作品ね、絵本は持ってませんが、もう一目見たらこの絵は忘れませんよね。ぐらいなんていうんですかね、可愛くてちょっと毒のある、イラストというか、絵ですね。素晴らしいですよ、ほんと。パン泥棒というのがヒットして、もう引く手あまたの忙しさという感じでやっておりましたが、これね、セブンルールね、半分茶化して見てるわけじゃないですか、僕みたいな人間からすると。で、面白いなと思ってメモりながらね、見ておったんですが、7個目のルールがね、真面目にふざけるってありまして、と思ってね。そうですよ、これ近田春夫さんが鉄の意志でもってふざける、真面目にふざけてるのはね、ふざけてないと、それは真面目だと。そうじゃないね、鉄の意志を持ってふざけるんだって言ってたのをちょっとまた思い出してね。でも最初は多分ね、ここなんですよ。真面目にね、ふざけることをちゃんとふざけるんだっていうね、真面目にふざけるなんですよ、最初は。そこまでのところが、それを超えたところにね、いや待てよく考えてみる、真面目にふざけるっていうのはそれは真面目だと。そうじゃないね、もう鉄の意志でもってふざけるんだっていうのがやっぱ近田春夫さんのね、この面白いところだと思うんですよね。先日ありましたその水道橋博士さんの朝やんでね、近田春夫さんの調子悪くて当たり前を取り上げてやってましたが、それはさすがに1回じゃ収まらんだろうということで、また次回があるわけですが、それをね、昨日のツイート、有吉さんのツイートでね、
その朝やんを見たと、近田春夫さんのやつを。そして思わず買っちゃったよと。近田春夫さんの本、調子悪くて当たり前。これね、ほんと、イベント自体も相当面白いんですが、本がもうやっぱり本当に面白いんですよね。で、イベントではその本当に、5分の1ぐらいしか消化できてないんですけど、それでもやっぱあんだけ面白いんで、まだ全然本当に、近田春夫さんの仕事内容に関して、こんな CM をやってたとか、っていう触りぐらいね、こんなプロデュースで曲をこんなことをやってたとかっていうの本当触りの部分で、本当もね、もっともっとたくさんあるんで、これはもう次回7月ありますんでね、ぜひ見ていただきたいな。それから配信もね、まだ見逃しのやつが見れますんでね、ぜひっていうのをセブンルールを見て思い出してね、セブンルールの話をしようね。セブンルールの話ね。で、ホームページを、これね、すごくもう本当に最近のテレビ番組はホームページをちゃんと作っていますよね。僕がやってた頃っていうのもあれですけども、ね、当時、例えば吉本超合金なんかっていうと、ホームページなんかなかったですよ。まだ当時ね、ホームページという存在はあったけども、作ってなかったですね。テレビ大阪のホームページでもあったかな、後半はあったけど、なんかあんま機能してなかったね。で、もう一つね、僕ホームページの更新の仕事をしてた番組がありまして、ガオラという CS 放送で、MBS がやってるスポーツチャンネルで吉本の劇場の中継をやってたんですけど、そこのガオラのページでベース吉本かな、当時。ベース吉本ってあったんですけど、そこの番組のホームページは作ってたんですけども、毎月かな更新をやってたんですが、あれもなんか今ほどちゃんと作り込まれてなくてね、ただただ放送回の番組スケジュールですよねを更新する程度で、内容がどうだったとか、なんか収録現場の写真があるとか裏話があるみたいなことはやってなかったんですよね。だから最近テレビといっても本当にネットインターネットってね、そのホームページをちゃんとしてるっていうのは多いですよね。ドラマのホームページなんかもそうですけども、でセブンルールのホームページもこれをすごく丁寧に作ってあってね、ホームページ見れば番組見なくていいですよ。だってセブンルール全部載ってんだもん全部載ってんだね。1番、色を塗るときは落語を聞く。これね、柴田さん、色を塗るとき楽しい気持ちじゃないと絵にね、その気持ちが反映されちゃうから、絵を見た人が楽しい気持ちにならないから、自分が楽しい気持ちになるために落語を聞くとね、どの落語を聞いてんのかなと思ったら京太郎さん聞いてるんですよ。僕も京太郎さん大好きで、そこでね、もう一気にハートつかまれましたね。1、ね、色を塗るときは落語を聞く。2、オイルパステルは雑に置く。ね、これオイルパステルという、クレヨンで描いてるんです。色を塗ってるんですけど、そのクレヨンをね、いろんな色があるのをきれいに分けて置くんじゃなくて、雑にね、色が重なってそのアナログ感を大事にしてると、色をね。で混ざっちゃった色をあえて塗ってるんですが、それ混ざってない時はわざと混ぜてね、塗ったりなんかしてるっていうことを言ってましたね。で3つ目が夜は炭水化物を抜くと、これがねすごく変わってて、ご飯炭水化物食べない、パンが大好きで、翌朝のパンを美味しく食べるために炭水化物を抜くんですって。で、番組でやってたのはなんだっけ、フレンチトーストをね食べてましたけども、そのね朝のパンを美味しく食べるために炭水化物を抜くっていうのをやってました。で4つ目、休みの日は本屋に行くね。これは本屋に行って自分の書籍がどう飾られているのかみたいなのを見るのが楽しい。僕もね、本出た時はもういろんな書店に行ったんですけど、本当に一月もしないうちに、棚から姿を消しましたよね。それぐらい、競争激しいんですよ。
僕が出したジャンルで言うとあれは美術書系なんデザイン系なんで、そこそこサイクルはゆっくりなはずなんですけど、それでもねやっぱりたくさん本出ますから、すぐに棚のね奥にしまわれて、気がついたらもう並んでないってことになっちゃうんですけど、絵本はその点ねスパンが長いですから、いいですよね。1個当たればでかいでしょう、とか思いながら見ておりました。5つ目、サインにはね似顔絵を、これがね素晴らしかった。3歳の時に描いてもらったサインですって持ってきてたお客さんがいて、それで5歳だったかな、5歳になってまた似顔絵を描いてもらって、それ成長記録になるっていうのはね、これはいいですよね。っていうので、6つ目、グッズは大量生産しない。これだけ人気のあるね絵本、そしてキャラクターの絵本、キャラクター出てくるんですけど、パンのやつとかで、それを大量生産の話はたくさんあるんですけど、そうじゃないね、大量生産をしなくて、手作りでね一輪挿しなんか作ってたりなんかして、これはその会場に行ったからこそ買えるっていうのを大事にしたいっていうのをやってましたね。で7個目が真面目にふざけるというのをやってましたが、これ本当に、TVer で見逃し配信見れますが、なんなことはない。ホームページ見たら全部ね載ってるんで見なくていいんじゃねえかって思うほどちゃんと作られてるんでね、ちょっとびっくりしちゃった。振り返ってね、どんな内容だったかなって、ホームページあんのかなって見たら、いや、これもう見逃し配信以上にめちゃくちゃ丁寧に作ってあって、番組以上にね、ホームページの出来に驚いたというお話でしたと。ちょうど時間となりましたということで、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございます。